ようございます。ペイです。今回は北アルプスの山々の美しい雪景色を抜ける青空の下で見ようと3泊3日のキャンピングカー車中泊旅へ出発しました。事前の天気予報では少し雪は舞うもののおおむね良好な空模様で暖かさも続くとのこと。もしかするとジャンバーもいらないような早い春も感じられるかもしれないと期待も大きくなりました。そして到着した岐阜県の奥飛騨温泉郷では絶景の山々を望みながら極上の温泉三昧。もう最高だと思いきや天候がだんだん怪しい方向へ。気温もどんどん下がる一方でとうとう私たちの車中泊旅の最低気温記録を更新してしまいました。そしてパラパラだった雪も次第に強くなり、前回の旅に引き続き猛吹雪へ。山の深い雪の中では謎の動物との遭遇もあり、ヒヤヒヤする体験も。本日は北アルプスの壮大な景色をバックに奥飛騨温泉郷を巡る3泊3日キャンピングカー車中泊旅、その初日の模様をお届けします。よろしくお願いします。おはようございます。ペイです。今私たちは、滋賀県の多賀サービスエリアに来ています。で今回は岐阜県の奥飛騨温泉郷に行こうと思って今キャンピングカーを走らせてきました。で時刻は今何時やったかな、1時半とかぐらいですかね。キャンピングカーが多いですね。今日は3連休の、初日の土曜日の午前1時半やからね、だからやっぱりキャンピングカーが多いみたいですね。で今回はねすごくね迷ったんですよ、行く場所ね。もう出発直前までもうどうしようかなどうしようかなと思って、本当はもっと早くに出発できたんですけど迷って、で紀伊半島一周とで岐阜県とで迷って、で結局岐阜県に行くことにしたんですけども、今回はね天気がいいと思うんですね。でそれで晴れの中のね山の景色を見たいなと思って岐阜県にしました。じゃあとりあえず休憩しますもうねずっと走りっぱなしできたんで、トイレに行きたいとりあえず休憩します。すごい人やね。すごい人。なんかスキーのお客さんかな、ね、バスがついて若い人いっぱいおんの、若い人ばっかりだね。ここになんかスキーのシーズンやもんな。スノーボードとかいっぱい積んでるわじゃあスノボとかしたら骨折りそう。もう俺は確実に骨折るねもう絶対あかんと思う、そんな考えもせえへんじゃあ岐阜にちょっと入りたいかな。岐阜までは行きたいので岐阜まで行ってから少し休もうかなと思います。じゃあ出発します。時刻は2時19分なんですけれども、これから東海北陸道に入ります。まもなく左方向岐阜高山方面です。左レーンをお進みください。今日はね、なんか知らんけど全然眠くない。すごいねなんでやろなんでかな、全然眠くない。すごいね。急に来る。なんやろ、興奮してる。興奮してるご注意ください。してるかまあでももうちょっとね、もうちょっとしたらもう休もうと思います。多分長良川サービスエリアかパーキングサービスエリアだったかなで休もうかなと思ってます。あとどれぐらいかな、まだ出てないけど、まあそんなに遠くはないと思います。
このさシェード開いてくるようになってしまったな。ああ、そうやね。下がってくるな。チラ見。チラ見ナギが開けてんか。チラッと見て。ああ、もうまた始まったこのバンクとの格闘や。午前3時過ぎにこれはきつい。こんな時間に起きてたらお腹空いてくるね。何も開いてなかったやろ。今は岐阜県の長良川サービスエリアにいます。時刻はなんともう朝の3時29分もうどうなってんねやろな時間で気温はちょうど今日ちょうど0度ですね。今気温はちょうど0度です。外気温。明日は奥飛騨温泉郷に行って温泉三昧三昧をしたいなと思ってますけども、まあ予定通り行くかわかんないですけどね。であとお蕎麦がね美味しいっていう風にねネットで見たんですよね。でお蕎麦が食べたいなと思ったんですけど、さっき家内と話してたんですけどね、運転中に冬にお蕎麦ってなんかざるそばで食べるイメージがあるんですけど冬にざるそばって寒いなみたいな話をしてて、まあ行ってみてね、あったかいのがあったらね、あったかいお蕎麦いただこうかなと思ってます。だから明日は温泉三昧とでお蕎麦をいただこうかなと思ってます。最高やね。最高ですもう今日よう頑張って運転した明日はまあまあ近い、まあ近くないか、まあまあ近いまあまあ近いですかね。150キロぐらいですかね、あとね。じゃあ今日は寝たいと思います。おやすみなさい。ただいまの気温はマイナス 0.9 度になりましたね。じゃあ寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。晴れてますね。めっちゃいい天気。すっごい混んでんな。ただいまの時刻は7時12分ですね。気温は外気温がマイナス 0.6 度になってますね。室内も9度でちょっと寒いですね。F ヒーターつけます。いやおはようございます。ちょっと寒かったんで上行きました。すごい混んでるんですね。若い人がなんかめっちゃ多いな。スキーとかスノーボードのお客さんなんですかね。めっちゃ若い人ばっかり、本当に。ちょっとじゃあなぎの散歩行きたいと思います。何それめっちゃ外れとった外れとったよ。リズム？違うよ、股から全然外れとったよ。そうナキはいこっち。よし。ノージャンプ。いいです100点
ったね。ご飯食べたん。なにこっち行って、こっち行ってなに。美味しかったね。うちはちょいがちょい父ちゃんやから。美味しかった。美味しかった。ありがとう。今なぎはねご飯を食べてね、美味しかったらなぎ美味しかったらどうすんの首かしちゃんと聞いてるよ。うんなぎ美味しかったらどうすんのなぎちゃん美味しかったらどうすんの全然外が気になってもうそれどころじゃないわみたいな。どうぞ。美味しかったね。美味しかったなぎ。美味しかった、美味しかった。なぎちゃん。いや僕はな外が気になるね、になるんか。もう僕外が気になるああ、忙しいね。忙しい。忙しいね、なぎ。ああ母ちゃん出発しましょうか。はーい。おはようございます。じゃあこれから出発したいと思います。奥飛騨温泉郷まではあと159キロ。まあまあいい数字、ちょうどそれぐらい残して寝ようかなと思ってたんでよかったです。まあここからまだ今8時15分なんで到着がナビでは11時12分になってるんでだいぶかかんな。3時間お前ね。あかん計算できん。11時やね。 3時間やな。3時間3時間かかる、あそんなにかかんねや。まあでもかかるか150キロ、最後一般道やからかかるかもね。じゃあ出発したいと思います。行ってきます。すごく天気がいいですね。もう春みたいな天気ですね。まあこういう天気だったらいいなと思ってたんですけどね。でも予想外に前は予想外に雪めっちゃ降ったけど今回はねもう一面に雪がね全くないですよね。岐阜県でこんな雪ないってあるんかなって。2月まだ中旬にもなってないぐらいね。まあ中旬か今2月ね、2月の中旬でこんな岐阜県で雪がないっていうのは、まあ、こんなもんなんかな最近は暖冬で。でもね景色はね綺麗に抜けてますね。いい感じです。もう少ししたら日向野高原のサービスエリアがあるんでそこに入りたいと思います。でそこでね食パンなんか前にね日向野高原に行った時に美味しい食パンが買えたんでそこで食パンを多分あると思うんで買いたいと思います。この先左からの合流があります。ご注意ください。母ちゃん、はい。天気めっちゃいい。めっちゃいいな。最高。本当にすごい綺麗です綺麗ね。こんな感じです。ねえ。うわじゃあここでね食パンあるんかなー。前もなんか朝だったような気がするね。前も朝やったね。多分買えると思うんで食パン買いたい。もうなんかお腹減った。昨日の夜もなんか中途半端やってんな食べんの。そうなんかで行き先に迷って初めどこかのサービスエリアで食べようかとか言ってたんですけど、でもなんか行き先に迷ってじゃあもうちょっと家におるからって言っておにぎり作ってもらってみたいなんでおにぎり3つで母ちゃんラーメンしか食べてへんななんかめっちゃ腹減るもうこれ何食パン探してきます。景色はこんな感じ。もうやめてもうやめて怖いわこっからね落ちていきそうに
なりましたよ。決してわざとやってるわけではないんですよ。違うよ。景色はこんな感じ。はーい。食パンの美味しいサービスエリアです。食パンのね、はい美味しいサービスエリア、あればね。なんとない。母ちゃん、食パンがないって。これ。こちらの商品完売しました。残念。いやー。 11時にならないと出てこないそうです。残念ですね。焼き上がらないんですね。わー残念だ。母ちゃん、まさかの。まさかの食パン1個出してくれるって。ね、作っちゃって。なんかしつこく言ったわけじゃないねんけど、前でそう前でね、ずっと「はあ」みたいになったら食パン1つ出してくれることになりました。やっためっちゃ嬉しい。母ちゃん嬉しすぎんなこれ。あったかいまだ。焼きたてだから開けとくんですって。ね、よかったね。嬉しいです。ああ、よかった。よかったですね。すごい。食パン。食パンめっちゃいいよな。ゲットできました。もうそのためにここにね。前寄ったのにな。もうまたいつものパターンかと思ったら、なんかいつものパターンではなく出てきたね、食パンが。それはびっくりしました。はい、じゃあちょっと食パン食べようよ。食べよう。お腹空いたしね。お腹空いた。朝ごはん。あったかいしね。そう、ちょっと食べたい。すごいね。うわ。今からじゃあちょっと混んで渋滞してくるから。食べたい。なぎちゃんペロペロ。おお、すげえ。なぎペロしないで。じゃあもう手でちぎって食べようや。そうやね。なぎペロしない。すげえなその食パン。なぎペロしたところ父ちゃんにあげよう。うわーでかっ。そんなにでかいのくれんの。ちょっとでかいなこれ。まあいいか。じゃあいただきましょう。母ちゃんそのままうわー食べよった。おいしい。おいしい。なんかの宣伝。食パンって美味しいね。何やそれ。わざとらしい。ギャラが安かってんの。じゃあ食パンいただきます。何ペロしない。わあ、なんかすごいな。普通やった。ちょっと。でもなんか前食べた時めっちゃなんか多分後であこれ美味しいってなって。いやでも美味しいわやっぱり。美味しい。なんか嫌な味する。食パン。美味しかった。美味しかった。そんな派手な味じゃないけど、美味しい。じゃあ出発します。お願いします。この先左からの合流があります。ご注意ください。今ね、夏に平湯の森に来た時にお豆腐買ったところ、たまたま止めた前がお豆腐さんやな。お豆腐屋さんやだね。すごいね。なかなか美味しいお
豆腐やったね。そう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 。職人さんって感じのそうそう、職人さんおじさんが作っててね。なんか無口なおじさんそうそうでね。でも美味しかったわ。そうやね。帰ってね、食べたら。なんかもう入った途端にこれはもう絶対買わなあかんぞみたいな雰囲気やったけど、でも買ってよかったよな。そうそうそう。買ってよかった。美味しかったもんね。ちゃんと揚げてるところをね見れて。またこういう雰囲気の中であったら美味しそうに見えるわな。なんか雪の中でもうこんな冷たいわね。景色が綺麗わね。なんか空気も美味しいね。これだけでね、高いがあったなと思います。母ちゃん、はい。ここは道の駅奥飛騨温泉郷の上宝、ここは何度か来てんねんな。そうそうそう。ここで一回ジムニで車中泊したことがあるな。ここは景色がねめっちゃ綺麗。こんな感じ。で予定はこの後にお蕎麦に行くか温泉に行くかまだちょっと決めてないんですけどで夜はねここに戻ってきて車中泊させてもらおうかなと思ってるんですね。まあちょっとまだ未定ですけど、まあ、この辺りでゆっくりして車中泊したいなって思ってます。はい、じゃあちょっともうトイレ行きたい。はい、行きましょう。これがね、手湯っていうのかな、なんか、めっちゃ暖かくてね、めっちゃ気持ちいい。匂いはでもちょっと匂いするかな。なんか、なんか、ちょっとするかな。これは温泉ですって書いてあるわ。どう？なんか、美味しい？ちょっとなんか。甘い感じがする。あ、ほんまや。甘いぞ。甘い。こういうのいいよな。こういうのいい。ありがたい。ね、初めて来た時なんかめっちゃここですごいめっちゃありがたかった。心地よくてね。そうそう。ね。よし。おいで。これまたイワナやね。富山の道の駅のイワナで食べたのを思い出すね。お刺身もあるね。これちょうど前で焼いてるから匂いがめっちゃいい匂いしてんな。炭火焼きしてくれてたね。ほんまやな。これは美味しそうやな。これ食べたいな。母ちゃん、結局蕎麦屋さんいろいろ調べたけど、初めの第一希望はこっから40キロぐらい離れてるから行って戻ってくるのはちょっと無駄があるなと思ってでこう温泉行きたいのは逆方向なんですよね。それはちょっと無駄だなと思ってでっていろいろ探したんですよ。で調べたらここがね蕎麦屋として出てきたんですよね。じゃあもう今目の前にあるしここでいいやみたいなここ食べに行きます。
めっちゃ雰囲気が。なんか好き、こんないろりあ、いろここり。でなんかこう焼いてくれたりとかできる感じ。上も。で、日本昔話みたい。すごい。いい感じ。とってもいい感じです。ざるそばの定食。ちょっと寒いですけどね。でも美味しそう。美味しそうやね。色が。濃いね。濃い。イワナ。はい。塩焼き定食。わ、すごいね。うわ。美味しそう。さっきね、こうやって焼いてくれてたね。これイワナの。イワナ？天ぷら、唐揚げか。あ、本当やね。天ぷらみたいな。美味しそうです。いただきましょう。いただきます。これはイワナの天ぷら。これはイワナの塩焼き。美味しい、めっちゃ美味しい。美味しい。母ちゃん。はい。めっちゃ美味しかったね。で、美味しかったし。めちゃめちゃ。そう、今も。ここで。イワナが。見えるかな。ちょっと反射で見えないかもしれないですけどね。あ、すごいね。でも、ここ石垣だけでも見れるのが1匹500円。見えるかな。あ、ちょっと見えるかな。見えるかな。めっちゃ美味しい。いい匂いしてんな。さあ、めっちゃ美味しかった。本当に。ここでいいわな。ここでいいわな。やっちまった。言っちまった。言っちゃった。決してわざとでも。審議が入るな。審議が入る。やっぱりちょっと雪が降りそうな感じになってきたな。これは白いのが。ありゃー、天気いいかと思ったのに。これからね、向こうの山の方、新穂高の方に向かって上がっていこうと思います。そこに温泉があるのと、あと北アルプスを走ったと思うんですけどね、そこにちょっと行きたいなと思います。天気がね、やっぱ悪くなってきたね。なんか雪降るっていうのは夕方から夜みたいになってるのかなと思ったけど、もう昼過ぎたらちょっと暗くなってきて、パラパラ雪が降り出したね。これ残念やな。ちょっとね、晴れてて綺麗な景色が見れたらいいなと思って、これから北アルプスを走り、ちょっと名前間違ってるかもしれないですけどね、行こうと思ってたんですけど、これは行ってもただもわしてるだけかもな。もう雪降ってきたな。降ってきた。降ってきたね。わ本当だ。これね、青空だったらね、多分めっちゃ綺麗だったと思うんですけどね、前回ね、一人でジムニーで来たことがあって、その時もこんな天気だったんですよね。でもその時はもっと雪だったんですけどね。青空が見たかったな。でもこの辺温泉やっぱりたくさんあるよな。選びたい放題っぽいな。嬉しい。嬉しいね。嬉しい。あれ何？鳥さんがなんかしてる？鈴木。
ここは、い北アルプス大橋にある鍋平公園っていうのかな。ここでちょっとナギ遊べるかなと思って雪遊びさせたいと思います。はい、せっかくなので、はい、今回は雪遊びないかなと思ったんですけどね。もうせっかくですから雪遊びしたいと思います。ナギは雪めっちゃ好きやね。雪なんか雪見たらもうテンションめっちゃ上がってる。嬉しいね。早行こう。よいしょ。今のこけましたね。今のわざとでしょ。抵抗感がなかった。めっちゃ入ったし。足上がる。ナギすごいね。ナギの雪遊びもできたんで、これから本命の温泉行きます。はい、ナギちゃんも温泉入りたいのにね。一緒に入りたいな。毛だらけになる。もう悲惨な光景。じゃあここからね4キロぐらいだと思うんですけどね、はっきりと場所はわからないんですけど、この辺りかなと思うところはあるんで、そこへ向かっていきます。なんかナビはねちょっと山の中なんで、なんかあんまりよくわからない案内になってるんで、ちょっと噛んでいきたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。まもなく左方向です。
広いよスペース、場所がないわ、キャンピングカー止めれる。これは止めていいよな。うんいいんじゃない登山あ、もう全然この辺に参加してもらったらいいよね。じゃあ母ちゃん、はい温泉、はい新山荘、露天風呂がすごいそうです。露天風呂がすごいんですって。本当にめっちゃ期待してきたんですけど、今回の温泉巡りのメインってもう最初にメインがいるもうメインターゲット。もう俺ねめっちゃ期待してる。はい本当に。こんなところです。じゃーん。奥ですね。ちょっと雪が強いんで見えるかな。奥にね吊り橋かなを渡っていくんですけど、よいしょ。はい、じゃあ行ってきたいと思います。行ってきます。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。これ露天風呂？え？これは川だ。あなた面白いこと言ってますね。いや匂いがなんか。でも硫黄の匂いする、確かに。でもこれ温泉かな。あれだって海出てない。でも温泉は多分向こうにあると思う。これ温泉？そっか違うよね。あったかい。もう期待していったのに。なんか湯気出てるもん。湯気出てんな。どう？冷たい。でもさ、別に冷たくないの？まあでも冷たいな。まあめっちゃ冷たくはないけど、冷たいわ。怖い人いけないよね、こういうの。これはすごいですね。もうこんな感じで。怖い。吊り橋が。タイミングが合ってない。なんで走ってくねちょっと遠くから撮ろうと思ったら一緒に走ってくるからまた走らなあかんみたいな大変。すごい。ここが花の湯。母ちゃんは囲いがあるけどね、父ちゃんは囲いが全くないんやね多分。そうかな。ちょっとご迷惑をおかけしないように入らないと多分だからバス、いや母ちゃんは多分これやろ。そうなんだ。で父ちゃんはどっちなんやろ。入り口向こうかな。あっちか。わかんない。これ。はい、じゃあとりあえず温泉よくわからないんですけど行ってきます。これ逆じゃない？逆です。行ってきます。やばいなこれ。いける？母ちゃん、もうここやばいですよここは。どんな意味で？すごかった。もうなんかお湯も、ちょっとピリッと自分はしたけど、でもね変なピリじゃなくて、なんか効いてる感のあるピリですね。で景色は今日はねあいにくの雪なんですけど、これ山めっちゃ綺麗に見えるんやで。これめちゃめちゃいい。男の人のとこはね露天風呂が3つ2つかで、一番下の川べりは混浴やねんな。だからあれが多分この駐車場から見えるもんね。そうか。そうで自分はね一番上のところに入ってたんですけど、3段こう川に向かって1、2、3ってなってるんですけど、この一番上に入ってたんですけどね、もうめっちゃ良かったですよ。本当初めてやわこんなにいいの。これ今までのナンバーワンやわ。すごいね。これはすごい本当に。湯の花こんなにすごい天然なんか湯の花をすごい湯葉みたいなのがもうすごい食べたらあかんで。いやもう思った。ちょっと舐めてみた。舐めた。どうやった女の人のところ？お風呂一つだけだけど中内風呂で、外は混浴がだから男性の外から見えるとこで、すごい良かったです。
こはね本当に良かったです。雰囲気もすごいあるし、これは四季でな全然多分違うやろな、違うでしょうねまあただなんかシャワーとかねそういう石鹸とかシャンプーとかそうないので体を洗ったり頭を洗ったりする場所は多分1箇所だけなんかあったけど、あ本当なんかそういう多分桶を使って洗うようなっていうところ、あったわ、ちょっとあった、オッケー多分そういうのところで1箇所だけありますけど、あそうですねまあジャブっと浸かるっていう感じでそうそんな感じですね入るととってもいいと思います。おすすめです。めっちゃここはめっちゃおすすめですおすすめです。じゃあなぎのところに帰ります。やんちゃんお風呂入れたかもしれにゃへん。んちゃんいつもねだって仕切りがなかったもん、男の人のとこ何も。もうそのまま、うん道路からそのまんまや。ああそうなんやだからなんかそのままナギをあそこに置いてでも入れたなって感じ。ほんまやなフィードだけ持ってる。あいやーすごいお風呂やったわ。すごいねすごいお風呂やった、びっくりした。なんかまた入りたい。開放感いっぱいやったね、でも女性のところはね一つしか内風呂というかなんかまあ露天やけどね、囲いがしただけやからそれ以外にはさっきの混浴のとこ行かなあかんねお外の川のところのでもお湯はすごいなんか、あんな湯の花見たことない。ほんま。あんななんか男の人のとこはそれって湯船って大きかった？そこまで大きくない。ほんま。男の人のとこ大きかった。そうなんや大きいのが2つあって、でその下に一番大きいその混浴のところがあったわ。あれよりちょっとちっちゃいぐらいだからだいぶ大きくて、でその2つは誰も入ってない。みんな下のところに入ってた。すごかったわ。ねえびっくりしたね、なみちゃん。裸んぼで出ていたと。女の人すごい女の人がおるんやな。でもそう混浴にタオルも巻かんと真っ裸で行くやん。本当に、その人には会わへんかったけど、いやだからちょっと心配になってこれちょっと覗いたらね、男の人がなんか5、6人なんか格好いてて、女の人がなんか人気者になってたから、でもさあんな感じ父ちゃんおんのかなと思って俺は一番上に入っとったでなかなか出てくれへんねやな。そんなんさ、でもそんな真っ裸で来られたらさ目のやり場にも困るしさ、次出ていく時も困るやん。なんか隠したらさ神経のやつって感じするしさ、でもなんか相当自信ないと出ていかれへんわ。それもずっともうなんかゆでだこみたいになるわ。その人消えるまでずっと入っとかなあかん。そうやから出てこられへんのかなと思って心配してそんなことあるかい。出てくるのかなぎちゃんなんか前真っ裸やでこんなんなってましてこんなんなっとったよみんなびっくりするね。びっくりするわほんまに。ほんまな、そんな人おんねんな。すごい。母ちゃんでも大概大胆で普通のハンドタオル1枚でって言っていつもハンドタオルバスタオルも何も持たんとハンドタオル1枚っていくのにそれ以上の人がおるんやな。そうタオルいらん人がいるっていうすごいね。すごい、まあ豪快やな。まあ、自然中は自然やけど、まあまあね、そう全然自然やけど、面白いね。そうああ、もうでも母ちゃん今日の予定は終わった。本当。まああとは道の駅行ってご飯、スーパー行くか。なんかちっちゃいのがあったんや、橋の手前に。
なんかあったね。あれスーパーやなとかあれあ、そうやね。あれぐらいやけど、まあどうせもう予定ないから見に行って、で道の駅行かせてもらって、もう今日はもういいかなと思ったり、あともう一回ぐらいどっか露天風呂入りたいなと思うけど風呂いっぱいあるもん。すごいね、この辺ね。なんか入りたいわ、もうなんか一個ぐらい。天然温泉いっぱいあるね。めっちゃなんかすごいね。空いてるやん。空いてるしね。3連休になこんな空いてるってそうあるかなって思う。もうめっちゃ混んでると思って行ったらめっちゃ空いとったね。びっくりした。やっぱり岐阜はいいななんかめっちゃ迷ったけどやっぱり岐阜はいいわ。なんか来てみたら結構なんかね、いつも来たら岐阜はいいと思うね。遠いけどご飯も美味しいしせやね。今日のご飯も美味しかった。美味しかったね。ご飯美味しかった。みかんサイダー飲みたいね。これみかんサイダーちょっと開けていい？どうぞどうぞ。ごめんかった爪がすぐ剥がれるから開けられへんね。いつもそれ系あかんもんね。そうなんかもう最近すぐ爪剥がれてしまう。よいしょ。すいません。女子か。女子か。可愛いな。すいません。どうぞ。そこにあんの？こんなところですね。すごい雰囲気があって、で、まあこの向こうにお風呂が男湯はあるんですけど、その向こうは何も仕切りがないんで、ドーンと景色が抜けてます。誰もいないし入らせてもらおうか。200円程度300円程度って書いてあるから300円ってことやろまた。なんか、程度っていうのがなんか心づけっていう意味みたいですね。それをお支払いしたら入っていいよっていう感じですかね。じゃあちょっと入らせていただきます。体冷えてるし、はい、嬉しい。第2ラウンド。すごいかったねえ。すごいですよここも。なんかすごいなこの。広かった。ここ3回4回ぐらい来てんのに知らんかったわ。こんないい温泉があんねんな。ここは300円で協力金みたいな感じでね、で入らせてもらえるんですけど、なかなか広いし景色もそうか、女性は囲いがあるね、ちゃんとあるけど、ほぼ一緒だ。そうか、ほぼ一緒。男性の方はもうねドーンと抜けてるんですけどね、すっごいなんか開放感があって、
よかったです。よかった、ちょっと下にね苔とかがあるけど、まあ、そういうのがね気になる方はね一個手前にご紹介した温泉がいいかもしれないですね。あそこは綺麗にされてたんですけど、ここはちょっと下に苔もありますけど、まあ、自分たちは全然、なんか川で泳いでるみたいな延長かなみたいな感じでしたけどね。そんなめっちゃ苔がわーなってるわけじゃなくて、ほんのちょっとだけね苔がちょっと舞うぐらいな感じですけどね。それがまた自然の中にいる感じで、自分たちは良かったですね。はい、じゃあなぎなところに帰ります。地元のスーパーね、ちょっと夜の買い出し、もし何かあったら買おうかなと思います。なかったらもう持ってきた食材で作ろうと思います。母ちゃん、何もなかったね。今もうなんかちょっとこの辺でなんかあるかなと思ったんですけど、何もなくて、ほとんどもう何もなくて何もなかったね。すごいね。すごいね。じゃあ道の駅に最初に行った道の駅に戻ります。上高良かな。